こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でマイナス 0.43 億ドルの純流出となっています。アークからの流出が目立ちますね。前日プラス 1.1 億ドルの流入を記録して、ここ最近の流れはまた変わったかと見られてましたけども、また流出傾向となっています。イーサも大きな流入見られずですね、マイナスとなってますね。一方、香港の方はいつも通りビットコイン、イーサともにゼロとなってます。あと、オンチェーンの方では、ビットコインのマイニング難易度が過去最高更新してます。これまでの過去最高は、今年7月末に記録された 90.67 兆となってますけども、昨日 92.67 兆を記録しまして、過去最高更新となってます。で、マイニング難易度の上昇は、ビットコインの価格上昇要因の一つとして捉えられてますんで、注目されてますね。あとはビットコインの短期保有者の売りが続いているのも注目されています。で、ここでいう短期保有者は、6ヶ月未満保有しているアドレスを指してまして、短期保有者全体で見ると、そこまで保有が減ってるわけではないんですけども、特に一番下の薄い小豆色のグラフですね。3から6ヶ月の保有者が7月以降大きく目減りしているのが確認できます。時期的にはリーマンショック再来だとかですね、その中東情勢の悪化からリスクオフが囁かれて、ビットコインが5万ドルを割った時期ですね。単純にビットコインの需要の低下から、このような動きになったという見方もできますが、ただ、6ヶ月以上の保有者のグラフを見るとですね、大きな動きが見られないんで、いつも通り、短期保有者は握力が弱くて、長期保有者はよほどのことがない限りは、ホールド傾向にあるとも捉えられると思います。今後もこの長期保有者の動きが注目されると思いますね。あと市場に影響ありそうなところでは、インドネシアの取引所、インドダックスから約2000万ドル相当の不正流出が観測されています。ホットウォレットが侵害されて、USDT やイーサ、マティック、アーブなどが送金されてますね。で、ハッカーのアドレスを見ると、大きい USDT やイーサなどは他のアドレスにすでに送金されてまして、交渉で返すような感じではなさそうですね。インドダックス側はですね、顧客の資産は 100% 安全ですと主張しまして、資産も抜かれたのは一部なんで、大丈夫そうではあるんですけども、先日のワズィル X はですね、結局顧客への 100% の返金は難しそうだという展開になってますんで、こちらも気が抜けない状況となってます。で、流出した金額としては、ワズィル X の10分の1くらいなんですけども、毎回ハッカーの動向が売り圧ファンダとして紹介されるんで、今後の動向にも注目ですね。ビットコインの価格は現在 57,700 ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米 CPI8 月の前月比が予想の 0.2% に対して結果が 0.2%、コアが予想の 0.2% に対して結果が 0.3% と若干上回りまして、この時間帯に米金利が上昇して各指数も下落してるんですけども、その後各指数は元値以上に反発しまして、中でもナスダックは1日でプラス 2.17% を記録してます。これはこれから取り上げる AI 銘柄の伸びも影響していると思われますね。あとは今朝日本時間7時20分あたりですね。北朝鮮のミサイル発射報道がありまして、それも少し影響してたようにも見えます。米国債金利は 3.666 を推移しておりまして、ナスダックが 19,237、S&P500 が 5,562、ダウ平均が 4861、金ゴールドが 2,514 ドル、日経平均が 36,628 円、ドル円が 142.52 円となっています。個別株の方では、Apple が新たに発売される iPhone 16に Apple Intelligence と呼ばれる AI 機能を搭載することを発表してまして、NVIDIA などの AI 関連銘柄、また仮想通貨の AI 関連銘柄が比較的強く伸びています。NVIDIA も最近、米株市場最大の下げ幅を記録したのが話題になってましたけども、今回は1日でプラス 8.15% と大きく反発してますね。あとはマイニング企業のクリーンスパークが新たにマイニング施設7カ所を3000万ドルで買収すると発表してます。これでハッシュレートが 5x ハッシュ約 22% 以上増加する見込みとのことで、その後が注目されています。ただ株価はマイナス 0.64% と、それほど影響なく推移してまして、その後上向けるのか注目ですね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 1.13%、額としては303億ドル相当、比率として全体ではロングが 53.3%、バイナスミはロングが 61.0% と上入りになっています。今後の指標としては、本日9月12日に ECB 政策金利、米 PPR 8月、米新規失業保険申請係数、9月13日に米ミシガン大学消費者信頼感指数、
9月14日にロシア実質 GDP 改定値、中国の小売りなどが控えております。他アナリストの見解ではですね、昨日のテレビ討論会の影響で、ハリス勝利が強まってリスクオフ相場に傾いて、ビットコインや仮想通貨市場の売り圧になってるんじゃないかとかですね。あとは共和党、民主党の両党の政策が不透明で、これもリスクオフ要因になるんじゃないかというですね、ビットフェネックスや QCP キャピタルの見解などが注目されています。あとテクニカル関連では、金とビットコインの相関がさらに崩れていることや、チャートの形状とは対照的に MACD に強気シグナルが見られることが注目されてますね。昨日のテレビ討論会からハリス優勢となってリスクオフが警戒される中ですね、指標も来週の FOMC を控えつつ、本日も ECB 政策金利と米 PPI があって、市場も楽観的になれない状況なのかなと思います。利下げの事実売りなどを考えてもですね、プラス要因が少ないのかなと思ってしまいますね。でチャートだけ見たら58,000の攻防に向かってまして、ここを抜けてさらに6万ドルを抜けると、ようやく明るい兆しが見えるのかなと思いますけども、今の状況だと、どっかで折れる限界の方が多くなりそうな気がします。日本時間本日9時15分に ECB 政策金利、9時半に米 PPI が予定されてますんで、それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2380ドル、BTC 建ては 0.0408 と、昨日からさらに下がってます。先物の方では、OI は全体でプラス 1.91%、額としては106億ドル相当、比率としては全体ではロングが 54.74%、バイナスミはロングが 72.53% と上入りになってます。こちら先日から ETF オンチェーン状況変わらずですね。そして BTC 建ても 0.04 を悪い勢いとなってまして、さらに厳しい状態となってます。ハッキングで抜かれるのも大体イーサ関連ですし、なかなかプラス要因が出づらいのが現状です。チャートもですね、BTC 建てを見ると 0.04 を下抜けするとなると、次は2021年の4月あたりですね、0.035 あたりまで見えてくる形になるんで、さらにここから 10% 落ち、ドル建てでは2100ドル台が見えてもおかしくない展開になっていますね。今後イーサ単独ファンドが出るのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。英国の議会でデジタル資産を個人の財産として認める法案が提出されています。で、今まで英国では個人資産として認められてたのは、お金や車などの所有物と株などの運用物の2種類しかなかったんですけども、この法案が通るとですね、デジタル資産も個人の財産として認められるようになると。で、このデジタル資産には仮想通貨などのトークンも該当してるんで、仮想通貨民の今後の期待としては、この法案が英国で通って、仮想通貨が英国で個人資産として認められることによって、国民から仮想通貨の需要が増すと。英国方面からも ETF や現物への資金流入が見込めるみたいな、そういうシナリオなのかなと思います。今まで欧州、英国方面では規制が厳しくて仮想通貨事業者も撤退しがちみたいなイメージでしたけども、この法案でまた状況が変わるのか注目ですね。あとアルト関連では先ほど少しお伝えした Apple の AI 導入から仮想通貨の AI 銘柄が軒並み上がってます。AI が流行ってからですね、各あると AI を取り入れてるんで、これが AI 銘柄ってのはね、個人的にはないと思ってるんですけど、コインゲッコの AI カテゴリーでくくられてるのは ICP とか ASI、ビッテンソール、レンダー、ニア、ダグラフですね。で、この中で伸び率が一番高いのは ASI でしょうかね。フェッチ I の価格が現在 1.36 ドル、BTC 建てはプラス 3.6%、時価総額は29位ですね。先日3社合併で話題になりましたけども、その後も AI 銘柄として需要が生まれているようですね。時間足では前回8月末の抵抗あたりですけども、ここを抜けてさらに上へ向かえるのか注目ですね。あとミーム関連では昨日のテレビ討論会終了から政治系ミームが売られています。トランプやハリスを筆頭にですね、週間でマイナス 20% あたりを記録してますね。前回バイデンの撤退からバイデンミームが沈みましたけども、今回ね、トランプの息子の公式プロジェクトワールドリバティフィナンシャルもトークン発行すると言ってますんで、これらの非公式トークンが生き残れるのか注目ですね。あとその他リリース資金調達関連では、RWA プラットフォームのヒューマンファイナンスが3800万ドル調達、ソラナの DeepIn 追跡プロトコル、ウィングバイツが350万ドルの調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですけど何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。